自分はまあ結構唯一無二みたいな感じが好きなので。ああ、なるほど。はい、職業用です。ボーイズ&ウィルズ TV のお時間でございます。ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？ゆういちです。年齢は？30歳です。お住まいは？神奈川です。お仕事はどんなことですか？はい、デザイナーをしてます。どんなデザイナーを？ウェブや UI と言われる、デジタル領域のデザインをしてます。なるほど。はい、そしてこちら車なんでしょうか？フェアリティ ZRZ34 です。いわゆる最新型のフェアリティ Z ですね。はい。何年式になりますか？2023年になります。ということで今回は最新の日産のフェアリティ Z とゆういちさんでお届けします。お楽しみに。ゆういちさん、愛車遍歴を教えてください。はい、マツダ2からマツダ3からの、ボルボの XC90 からのこのフェアリティ Z になります。結構急にいろいろ変わりました。で、今はこれ1台持ち？いや、今は2台持ちです。そのボルボと、このフェアリティ Z の2台持ちですね。SUV とスポーツカー。なんでこの車にしたんですか？この車は昔からその SUV とスポーツカーをガレージに並べたくて、はい、ゴルフバッグが積めるスポーツカーっていうところでいろいろ見てた中でこのフェアリティ Z に決まったっていう感じですね。なるほど。はい、じゃあ今ガレージに2台並んでらっしゃる？はい、並んでます。いいですね。はい、どちらでご購入されました？買ったのは神奈川県の戸塚の方の日産さんで買わせていただきました。あ、ディーラーで。はい、当然新車ということで。そうですね、新車で買いました。どれぐらい待ったんですか、納車？実質1年半待ちましたね。そんな待った。はい、どうでした最初来た時？来た時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。1年半かなり待ってて、正直他の車も見始めちゃってたので。ですよね。はい。気変わりはしませんでしたか？頑張って耐えました。頑張って耐えたということで、入って納車されたということでございます。どんなとこ気に入ってますか？そうですね、フェアリティ Z のいろんな特徴を結構踏まえたデザインをしてくるので、それがめっちゃかっこいいなって思ったのと、クラシックなんだけど最先端みたいなところが好きでですね。もう往年のね、あのフェアリティ Z が最新になって蘇ったような、やっぱり自動車ファンみんな喜んだんじゃないかなと思うんですけど、その感じでございます。特徴教えてください。マニュアルで FR で、エンジン自体の馬力でいうと405馬力ですね。あとツインターボになってます。普通の MT ですか、これは？そうですね、MT も、ちゃんとアシストがついてるシフトレブコンがついてるやつですね。レブコンっていうのはどういう機能ですか？マニュアルのつなぎの部分の、エンジン回転とかを合わせてくれるやつです。なるほど。はい、運転しやすいというか。めちゃくちゃしやすいです。なるほど、なるほど。なんかここはちょっと見たことあります？そうですね、これは納車された時内装とかは全然かなり質素だったので、そのあたりから自分で内装はかなりいじりました。パッと見いろいろついてるようにも見えるんですけど、どんなところが変わりましたでしょうか？カスタムしたところにはなるんですけど、外装自体はもう、カーボン柄のところは全て自分がいじったところになります。ところですね。はい、で実際のリアルカーボンだったり、ラッピングでやってるところだったりというのがかなり混じってます。じゃあこのカーボンのところ全部変わってる？はい。でこのエアロも全部変わってます。追加。はい、後から追加しました。なるほど。ご自分でされたところあるんですよね？そうですね。はい、内装の方のステッチの部分は、ステッチテープっていうものがあるので、それを買って自分でつけました。目指したところとか目標にしたところとかあるんですか？そうですね。ドイツ車とかのヨーロッパ車方面の、純正並みにカスタムしようというふうに考えてやりました。負けてないと思います。ありがとうございます。どんな車なのかすごく楽しみです。どんな乗り心地なのか、そしてどんな加速なのか乗ってみましょう。じゃあ乗り込みました。全然踏んでないでしょ？踏んでない、踏めないです。はい、バンドでございますし、多分とんでもない加速するんじゃないかなと。僕もうちょっとガチガチしてるかなと思ったら結構スーッとスムーズな。はい、そうですね。車外のサスには変えてはいるんですけど、乗り心地はいいのはキープしてます。なるほどね。コックピット感といいますか、やっぱスポーツカーだなって感じがね、こう乗ってると溢れてますよね。はい、めちゃくちゃします。はい、かっこいい。結構マツダの、2、3、そして SUV 乗ってらっしゃって、急にもうバチバチのスポーツカーじゃないですか。おお、いいですね。すぐ慣れました？
いや正直2週間ぐらいは練習してましたね。あ、そうですか。はい。乗る頻度どれぐらいですか？乗る頻度は週2ぐらいですかね。あ、そうなんですね。2であるんで、はい、そうですね。どういう使い分けになるんですかね。こっちは車のイベントだったり友達とドライブツーリングみたいな形でするときに乗っていったりとか、はい、あとホテルステイだけの時とかはこれで行って逆に楽しんでるっていう感じですね。贅沢ですね。はい、そうですね。そんな遊び方なさって。はい、そうです。いいなあ。ああ早いおはよう。おすごっ。お気持ちいいみたいな感じですなんかものすごい紳士的な加速ですね。はい、そうですね。めちゃくちゃジェントルな感じで。これはどんなエンジンになるんですか？これは、ツインターボで、405馬力のエンジンなので、はい、V6 ですね。V6 の3リッターをフロントに積んで、はい、後輪が駆動するという方式ですね。伝統の、はい、ロングノーズの、はい、そうですね。かなりロングノーズです。RF って言うんですっけ？はい。凶暴さも感じるんですけど、はい、乗っててなんか怖くないですか？そうですね。なんだろう。かなり守ってくれてる感とか、あと地に這い張ってる感がすごいんで。ですよね。はい。どういうシチュエーションが似合う車だと思いますか？そうですね。やっぱり高速とかはかなりやっぱり映えるっていうところとか、あと意外と、あとはなんか映画のファストフューリアスとかワイルドスピードみたいな感じで、渋谷とか新宿みたいなネオン街結構目立ってるみたいです。日本車ですもんね。はい。その辺走ると海外勢から写真撮られたりします？はい、写真も撮られますし、交差点にいるといいねっていう感じでグッとされながら信号を目の前渡られるとかが多いですね。なるほど。はい。いいな、そんなことされたことないな。他の車とは全然違うとおっしゃいましたけど、はい、この車ならではのエピソードとかあります？そうですね。この車では自分も結構1年半待ったんですけど、納車してかなり早い方だったので正直。はい。それでも早い方。はい。それでも早い方だったので、それで珍しいってことで、X とかで日産のレーシングドライバーの方だったりとかに呼ばれて、そのイベントに出してほしいって形で行ったりとかできたのが楽しい思い出ですかね。日産のレーシングドライバーの方にそう呼ばれるってすごいですね。そうですね。自分もびっくりしました。 DM が飛んできたので。なるほど。それでイベントに出たりとか。はい、そうですね。確かにこの車ならではのそれエピソードですね。はい、結構カスタムされてるじゃないですか、はい、内外装含め。そうですね。で目標にされてるところもあると、はい、なんでそうカスタムするのかなっていうところ、その根本的なところを教えていただけます？そうですね。自分は結構唯一無二みたいな感じが好きなので、なるほど。はい、それもあって自分オリジナルで結構カスタムしたりとか、デザイナーもやってるんで、はい、自分もちょっと車でいろいろカスタムしてデザインをしてみたいなっていうふうな思いがあってっていう感じです。さっき職業病ですとおっしゃってた。そうですね。職業病です。せずにはいられない。そうですね。もう特に日本車は特にしないとちょっと満足いかないっていうのがあったりするんで、マツダ3の時からよく行ってました。あ、そうなんですか。はい、めちゃくちゃ嬉しそうに話すんですね。そうですね。めっちゃそれが楽しいので、もうなるほど。それも楽しんでやってますね。運転自体も好きだけど、やっぱりそうやって仕上げていって唯一無二の個体にしてミニマリストしたいと。はい、そうですね。司さん、じゃあ運転してみませんか？いいですか？はい、もちろんです。わあ、嬉しい。超運転したかったんです。気になったんです。じゃあ運転してみます。これおはいはいはい、もうはいなんでおお全然踏めない。これ13って言っちゃいます。もういつも。なるほど。ああすげえおおすごいね。すごいですこの車。ブレーキもめちゃ効く。結構浅くてスッと入るんですね。これバコンと踏んじゃったらとんでもないブレーキになると。うわすごい確かにこれは踏み切れない。踏み切れないです。どこで踏み切ってるんですか？どこも踏み切れないです。もう高速の透明ぐらいですよ本当に。うわ結構ドッカン系のターボなんですね。なんかちょっと、はい、結構低回転から全部来ちゃうのでね。6速で踏んでもちゃんと加速するっていう。あ、そっか、これ合わせなくていいんだ。はい、レブコンがついてるんで勝手に炎天回転は合わせて。そっか、さっき合わせようと思ったらダメだったのはそういうことか。はい、なるほどね。緊張する。汗かいちゃったいやこれすごい。エンジンばっかりじゃなくて、はい、足のなんかしなやかさを直線でも感じてしまう。そうですね。なんでしょうこれ。バタつきもないんで。ですね。は
コーナリングはどうですか？コーナリングはめっちゃ気持ちいいですよ。ハンドリングめちゃくちゃいいので。そうですね、はい、今は結構段差路面悪かったじゃないですか、全然ばらつかないです。ばらつかないですね、なんて優秀な足回り。なんで助手席にも結構友達とかいろいろ乗せたんですけど、みんなやっぱ怖くないとか。ハンドリングいいわ。最高っすね。ちなみに内装をカスタムしたのは今このルーフステッチでしょ。この赤いレザーはもともとですもんね。で今ハンドル握ってもらってるハンドル自体もステアリングもアルカンターラとカーボンにもカスタムしてありますし、ここ真ん中だけは本物だけど、この外側でカーボンとアルカンターラはつけたと。あと変えたのはもうでもこのセンターコンソールのちょうどマニュアルのブーツもカスタムしてますし、なるほど。あとは普通にカーボン調になってるところはもう全部やってるので、もうね、どっからどこまでか僕分かんないんで、こういう車なんだろうなと思ったんですけど、意外とカスタムされてる。めちゃくちゃしてます。ドアパネルの方のとこのカーボンとかを全部やってる感じですね。シフトノブはそのまんま。シフトノブはそのままです。シフトブーツだけ。あとはメーターフード周り。そこも？もう全部アルカンターラになってるところはやってます。そうなんですね。この車は今後どうしたらいいかなってとこも聞きたいんですけど、結構カスタムしてあるじゃないですか。もう次向かうところに関しては、第1フェーズみたいなのも結構もう終わっちゃったので、今後は一時ちょっとこのままで1年2年ぐらい乗って飽きてきたら内装を全部色も変えちゃうとかがありかなとか考えたりしてます。進化は止まらないと。そうですね。これだったら普段乗りも全然できますね。疲れないというか、恋人を乗せても嫌がられないというか、全然大丈夫です、この辺りは。何これずっと2000回転ぐらいですよ。それで相当パワー出ちゃうんで、もうね回せないっす。アドレナリンとエクスタシーを同時に感じられる、そしてジェントルな走りもできるという、何拍子も揃った。そうですね。なので満足感めちゃくちゃあるんで、びっくりしました。はい、ということで乗ってまいりました。すごいですね。いやもうやっぱすごいんですね。これはもう本当にびっくりいたしました。ありがとうございます。乗せていただけるのでびっくりしました。最高でございました。石さん、100点満点中何でしょうか？期待を込めて80点です。期待を込めて80点。その理由は？その理由としては、今後まだいろんな車に乗りたいっていうところもあるので、上があるっていう点を込めて80にしてます。なるほどね。100点の車に乗ることを目指してらっしゃる。そうですね。ということでございます。そして乗り続けますか？乗り続けます。ということで今回は日産フェアリー Z 最新の車でございました。ゆういちさんと一緒にお届けしました。ボイズ&ブリッジ TV、また見てください。バイバイ。